はい、石川正義です。今回ですね、フィナンシェを作ろうと思うんですけども、それにね、ピスタチオを加えて作っていきます。で、せっかくね、ピスタチオを加えるので、ピスタチオを美味しく味わえるように作っていきたいと思います。では全部の材料の計量ができたら、粉糖とアーモンドプードル、薄力粉、ベーキングパウダー、粉類ですね。それをそれぞれふるっていきます。それが震えたらホイッパーで混ぜて、その粉類を混ぜていきます。粉類を先に混ぜておくことで、液体を混ぜた時にダマになりにくくしていきます。今回はね、アーモンドプードルを使っているんですけども、もしピスタチオのプードルが手に入るんだったら、アーモンドプードルの2割とか3割くらいを置き換えていただいてもいいかなと思います。ではそこに卵白とピスタチオペースト、そしてトリモリンというね、添加糖を加えて、中心から少しずつ混ぜて粉を混ぜ込んでいきます。ピスタチオペーストは種類によって色が全然違うことがあるんですけども、もしペーストを加えて緑色がくすんでしまうようなら、緑の色粉を少しだけ加えてもいいかなと思います。トリモリンはしっとりとさせるために加えているんですけども、普通の方はね、なかなか見ない材料なんではないかなと思うんですよね。砂糖の 1.3 倍くらい甘くて白いペースト状になってます。で、水飴で代用できますかっていうご質問がね、多分来るんじゃないかなと思うんですけども、水飴とトリモリンではね、甘みが3倍くらい違うんですよね。なので出来上がりの甘みは変わってきますし、しっとり感の出方も全然違うので、できるとはちょっと言えないかなと思うんですよね。こんな感じに綺麗に混ざったら、次は焦がしバターを作っていきます。鍋にバターを入れて、水を張ったボウルを近くに準備して火にかけていきます。火はこのくらいの量なら弱めの中火で十分かなと思います。まずはバターを全部溶かしていきます。で、バターが全部溶けたら、バターを混ぜながら沸騰させていきます。で、沸騰させた時はバターが白く濁っていると思うんですけども、それがね、透明になるまで混ぜながら沸騰させていきます。普通の焦がしバターは沸騰して透明になってから、そこから焦げ色をつけていくんですけども、今回はピスタチオの緑色をきれいに出していきたいので、焦がさずにバターが透明になったところで火を止めていきます。で、加熱を止めたらボウルの水に鍋ごとつけて、それ以上にバターに色がつかないように温度を下げてあげます。で、生地と混ぜた時に卵が固まってしまわないように55度から60度程度まで下げていきます。ではバターを冷ましている間に、型に分量外のバターを薄く塗っていきます。で、バターを塗っても型にひっついてしまってきれいに抜けないっていう方はですね、理系油というね、食用油をスプレーしておくのもいいかなと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよければ参考にしてください。ではバターが適温まで冷めたら、生地に加えて混ぜていきます。
空気が余計に入ってしまわないようにすり混ぜる動きで混ぜていきます。で、この時にバターが冷めすぎていると生地と乳化しにくくなって出来上がりが油で揚げたような感じになりやすくなります。これが混ざったら生地の完成ですね。ではこの生地を絞り袋に移して型に絞っていきます。今回は1つ 30g ずつ絞っていきます。では全部絞れたらこれをオーブンで調整していきます。途中で絞り袋を置いておくときはこんな感じにクリップなどで留めておくと生地を漏らさずに置いておきます。では170度のオーブンで14分調整していきます。フィナンシェは強い火で焼いて中心部分をねこんもり浮かして焼くことが多いんですけども、今回はピスタチオの綺麗な緑色を残したいっていうのと、よりしっとり感を残すために中心部分を浮かさずに焼いていきます。縁は少し焼き色がついてるんですけども、表面に緑色が残っている状態で焼き上げていきます。はい。では、いただきます。もうね、リッチしかないって感じですね。これ焼きたてを食べると、外はね、カリカリとした食感なんですけども、中がね、すごくリッチな、しっとりした、じゅわっとしたジューシーな食感なんで、そのね、コントラストがね、またいいですね。ごちそうさまでした。フィナンシェっていうのはね、焼き菓子の中でもリッチな焼き菓子になるんですけども、その中でもピスタチオを使ったフィナンシェっていうのはね、特筆すべきリッチさっていうかね、かなりリッチなんですよね。で、それをね、自分で焼くと、この外側と中の食感のコントラストっていうのもね、味わえますんで、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。